皆さんこんにちは、ケケです。今回は、QR 配布ビルド、第9弾、10連装パルスレーザー装甲車になります。今作は、最強のパルスレーザーを目指す、というコンセプトのもと作成しています。現在世界最強のパルスレーザーと謳われている、チーズパフ様の12連装パルスレーザー。こちらを超える兵器を作るべく、色々と模索してみました。そこで、パルスレーザーについてかなり詳しく、かつ日本語で解説されている、こちらのドモ様の動画で勉強させていただきました。今回はこちらの内容を踏まえて、10連装パルスレーザーの解説を行っていきます。それでは早速見ていきましょう。それでは早速、最強と謳われる12連装パルスを見てみましょう。かなり派手な見た目ですが、性能はどのようなものでしょう。この明かり花の位置から、あのミニ浮遊石を的にして、集団性を見ていきます。蜂を呼び出してエイムをしてもらうのですが、狙った少し上に蜂が出るので、不意に巣を打ち込みます。このマークの下あたりに、エイムが向くのでちょうど浮遊石が的になります。それでは見てみましょう。的が小さいので全ては当たっていませんが、打ち始めは射撃ブレも少なく安定しています。通常サイズの魔物なら問題なく当たるでしょう。続いては反動を見ていきます。打ち始めは安定して反動を相殺できています。徐々に反動が大きくなっていますが、ある一定を超えない調整がされていますね。本当に素晴らしい調整です。さて、この12連パルスが最強と言われるゆえんを解説します。まずはパルスの角度調整の観点から見ていきます。横から見るとこんな感じになっています。まずはこちら、前方の索敵を担当する、エイムゴーレム。そして後方の射撃を担当する、パルスゴーレム。この後方のパルスゴーレムが、エイムゴーレムに対して、下方向21度から17度の範囲で傾斜していると、最も効率よく速射ができるそうです。続いて配置の観点から見ていきます。正面から見るとこのようになっています。これらの光線の頭の重心はこのようになっており、左右が均等に、かつゴーレムの上部に限定しており、狭い範囲に点在しているのがわかります。横から見ても重心はほぼ一直線上になっており、エイムゴーレム側の関節を支点としたマズルジャンプを抑えています。これにより安定した射撃を実現しているわけですね。以上の2点から、チーズパフ型の12連装パルスが最強と言われ、愛されているというわけですね。さて、最強たる条件を解説しましたが、どのように作成していけば、最強パルスに迫れるのか、小1時間悩んだ結果、2点の改善点が思い浮かびました。1つ目は、ズバリ集団性。1つの目標に対して、複数の光線が、広範囲に照射されています。エイム次第では全てがヒットせずに、一部が無駄になってしまう可能性があります。最大火力を求めるなら、目標にフルヒットさせる必要があります。これがまず挙げられる改造案の一つ目です。そして二つ目は、マズルジャンプの抑制です。集団性を上げた上で必要になってくるのは、自身の反動を抑制して、正確に目標に当てるエイムであるため、そのエイムを邪魔するマズルジャンプの抑制はマストです。さて改善する箇所も決まったことですし、早速思いついた改善案を紹介します。まず、集団性についてですが、複雑に考えずに、シンプルに光線の頭を、このように全て重ねてしまえばいいのです。そうすれば同じ箇所に集中した攻撃が可能になります。
エイムが正確であれば、いやおうなしに敵にフルヒットをお見舞いできます。これで集団性の問題は解決です。続いて問題になってくるのがマズルジャンプです。マズルジャンプを抑えるために必要なのは、エイムゴーレムとパルスゴーレムの位置。光線の頭とパルスゴーレムの位置。そしてエイムゴーレムの関節と光線の頭の重心の位置。この3つの位置関係がバランスよく成り立った際に、最小限の反動になります。まずエイムゴーレムとパルスゴーレムの位置関係ですが、できる限り接着面の高さを揃えて、ゴーレム同士がめり込まないギリギリまで近づけます。ゴーレム同士をめり込ませてしまうと、反発する力が働いて、射撃時に接着点を起点に、ブレが大きくなってしまいます。そのためゴーレム同士はこの位置関係にします。続いて光線の位置についてですが、重心はできるだけエイムゴーレムの関節の真上に来るようにしたいところです。つまるところ大まかな位置はこの辺り。そしてパルスゴーレムと距離が離れすぎてしまうと、マズルジャンプが大きくなってしまう点と、重心の安定のために、エイムゴーレムの関節との距離を近づけたい点、かつレーザーをめり込ませないように調整すると、この辺りで落ち着きます。この位置で決定するまでにかなりの試行回数を要しました。ちなみになぜ12連ではなく10連なのかというと、一つの箇所に重ねて接着できる、システム上の限界が10個までだからです。11個目以降は接着が剥がれます。そのため今回は10連にしました。では完成品を見てみましょう。まずは10連装パルスの集団性を見てみましょう。ブレはあるものの、小さな的にしっかり当たっていますね。バッテリーが駆動する限界距離での命中率は、92.3% ほどでした。続いては反動抑制がどのくらいできているか、そちらを見ていきましょう。見ての通りブレはありますが、重ねるという性質上、本来は凄まじい反動になるのですが、ある程度抑制できていますね。まあ十分と言えるでしょう。それではチーズパフ様の12連パルスと、その車体をお借りして比較してみましょう。射撃自体はさすがといったところで、ほぼブレなく定点攻撃ができています。ただ1点挙げるとしたら、レーザーが拡散しているため、小さい敵には全てがヒットしないことでしょうか。とはいえやはり世界最強のパルス。体の大きな敵に対しては秒間48発。TPS は576を叩き出します。えぐい。それでは私の10連装重ねパルスの出番です。重ねているためかすりさえしてしまえば、一発120ダメージが入るのが良い点です。TPS は480と、12連には劣りますが、小さい敵にもフルヒットが容易という点が利点ですね。最強の座は奪えませんでしたが、これが今の私の技術の限界です。同じ土俵に立つにはもう少し鍛錬が必要ですね。辛い。いかがでしたでしょうか？今回は最強パルスを作りたくて奮闘しましたが、なかなか難しいものですね。それでは今回作成した10連装パルス装甲車の QR コードです。ついでにパルス単体も載せておきますので、必要に応じてこちらから受け取ってください。自作発言や無断転載さえ控えていただければ、いかように使っていただいて結構なので、良識の範囲内で楽しんでいただけたら幸いです。戦闘系のビルドは今回初めて組みましたが、様々な観点から組み上げていかなくてはならず、普段の見た目ビルドとはまた違う頭の使い方をしました。いきなり世界最強兵器はさすがに作れませんでしたが、あれこれ模索するのはなかなかに面白かったです。ディアキンにあまり強い敵がいないので、
10連パルスでも余剰火力な気はしますが、まあ高火力はロマンですね。さて、今回はこの辺で締めようと思います。いつもコメントくださる方、とても励みになっています。チャンネル登録するかどうかはお任せするので、良ければもう一本他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。